今日はリニューアルした岡田屋新宿本店に来ました。オープン2日目の朝10時に到着したところ、なんと私が一番乗りでした。営業が開始すると一旦全員10階までエレベーターに乗るようご案内がありました。そんなわけで一番乗りで毛糸売り場に到着。ざっと店内を歩いてみると、売り場の雰囲気はこんな感じ。明るくてめちゃくちゃ見やすくなっています。ロアンやオパール毛糸たちもたっぷりありますが、こちらは後でじっくりお見せします。国産毛糸の大棚も高い位置までぎっしり入っています。まずはこちらの大棚から見ていきます。リッチモアのパーセントは私の大好きなバリエーションシリーズまでしっかりラインナップしています。パーセントももしかしたら全色あるかなと思います。浜中の棚はこんな感じです。アメリーの他にアメリー F やアメリー L もありました。おそらく全色あると思います。浜中アランツイード、フォープライ、アメリー F ラメ、トプシーもありました。トプシーが個人的にはめっちゃ可愛いなーって思って眺めてました。スキーの棚もめちゃくちゃラインナップがありました。アルコバレーノ、パイアッチョ、カテーナマルチカラー、スキーローベル、ちょっと太めのコットン、スキー UV コットン、スービマコットンなどなど。色使いが可愛いパピーの毛糸のコーナーにはアゲート、リコルド、パルピート、こちらはアストロですね。こちらも可愛いです。すごく。こちらはサンパドゥースという糸、こちらもすごく可愛いです。こちらの大きいパピーの棚にはブリティッシュエロイカ、ブリティッシュファイン、スイート、ペリジ、ジャングル、ユリカモヘア、エクラタン、キットモヘアファイン、キットモヘアマルチ、ミトルメンタ、ソフトドネガル、レコロリベビー、レッチェ、ルレットが置いてありました。こちらはだるまの毛糸のコーナーです。リネンラミーコットン、ラダーテープ、プラコードの3プライと4プライ、チューブ。少し離れたこちらにもだるまの毛糸があります。いろいろという糸がこちらです。カラーバリエーションがたくさんあります。こちらの棚にはフロレット、ランブイエウールコットン、ニッティングコットン、スーパーウォッシュスパニッシュメリノ、ギーク、原毛に近いメリノウール、ポンポンウール、ウールモヘア、ループ、エアリーウールアルパカ、フォークランドウール、シェットランドウールもこれだけのカラーバリエーションがあります。ランブイエメリノウール、ウールロービング、スパニッシュメリノ、チェビオットウールが置いてありました。もちろん岡田屋オリジナルの毛糸も置いてあります。キャトルとスタンダードメリノです。スタンダードメリノは本当に使いやすい色がたっぷりあって買ってみたいなと思いました。お待たせしました。皆さん大好きオパール毛糸のコーナーです。こちらは KFS の毛糸ですね。このように見本がたくさんありますので、編んだ時のイメージも湧きやすいと思います。編み地が見れるのいいですよね。すごいですよね。種類がめちゃくちゃあって感動しました。岡田屋さんのホームページによると、オパール、あと KFS の取扱い商品数は300点以上あるそうです。すごいラインナップですね。KFS だけでこんなにたくさんあります。ここからは普通のオパールのコーナーだと思います。ゴッホのシリーズもわずかながら置いてありました。私は現在オパールの毛糸を買うことを自分で禁止にしてるんですけれども、やっぱり可愛くて買いたくなっちゃいました。あとは KFS さんの平和の靴下セットとか腹巻き帽子の編み方セットなども置いてありました。こういうキット販売があるのもありがたいですよね。浅草橋にお店を構えるイトリコさんの毛糸のコーナーもありました。このような小巻きも用意されていて、お試しもしやすい感じになっています。とっても可愛いオリジナルソックヤーンがこのようにコーン巻きで置いてあります。イトリコさんのコーナーの隣には編み図の販売もありました。この花水木という靴下のパターンが気になります。沢田イットさんのコーナーではこんな可愛い毛糸ナイリーを発見しました。可愛すぎる。こちらの糸はラフって読むんでしょうか。こちらもめちゃくちゃ可愛いです。そしてめっちゃ惹かれたのがこのペタルという糸。ネットでは見かけたことあったんですけど、めちゃくちゃ可愛い。他にもムー、ダリー、モルン、ソフタム、ラポリ、アルル、ビッグロビー、キャンディー、アモット、コネリ、あとはプニーとナチュラルコットンスリムなどなど
置いてありました。こちらはノロケイトのコーナー、シルクガーデンソックソロ、クレヨン、彩雲、立冬が置いてありました。お隣にはフランスの老舗ニットヤーンのメーカープラッサーの毛糸が置いてありました。こちらの壁にはカセ糸が置いてありました。ノナっていうメーカーのカセ糸ですかね。テゾメ糸だと思います。カセ糸の他にこのように小巻きもありまして試しやすいですね。ここからは輸入毛糸のコーナーです。カセ糸もこんな風にたくさん置いてありました。こちらも大人気のローワンの毛糸です。ざっと見た感じ、ビッグウール、ブラッシュとフリース、キットクラシック、ファインツイードヘイズ、ツイードヘイズ、フェルテッドツイードカラー、フェルテッドツイード、ローワンソック、アルパカクラシック、アルパカソフト DK、ベイビーカシソフトメリノ、ハンドニットコットンなどなどあったと思います。正確じゃなかったらごめんなさい。あと個人的に胸熱だったのがローワンの道具のコーナーがこのような感じでありました。他のお店でねあんまり見たことないので珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、このように、棒針の他に輪針とかも置いてありました。シックな色合いですごく可愛いですよね。ダークウッドって言うんでしょうか。こちらはかぎ針ですね。可愛い。こちらはフランスの DMC さんの編み糸ですね。ピルエットという毛糸がこんなにたくさん置いてあります。こちらはウーリーですね。単色の毛糸ですがたくさん置いてあって、かなりリッチな毛糸ですが色がすごく可愛いです。こちらはベビーニッティングテディ、あとはブリオも置いてあります。色マジでめちゃめちゃ可愛い。ブリオは XL も置いてありました。あとはオンブレという毛糸も置いてあります。あとラナグロッサのジガンテ、ナチュラルアルパカルンゴ、ロイヤルアルパカ、エコプーのハンドダイド、メイレンバイドメリノ、クールール、ベビーアルパカチャンキーなどなど置いてありましたよ。あとこちらが韓国で人気のヤーン A さんのメタリックプレイコードが置いてありました。ちょっとねビロビロになってるものもあったんですけれども、こんな感じで結構いろんな色があって可愛いなって思いました。あとはフラワーさんの引き揃え糸っていうのも置いてありました。こちらもねなんかリボンと糸を引き揃えた感じの糸でした。こういう風にアソートになっているものも置いてあって面白かったです。可愛いですね。あとは内藤商事さんのハイバブルも結構色がたくさん置いてありました。あとはリッチモアのランタンモールもこんな感じで置いてありましたよ。あとはレース編みなんかをされる方はおなじみかと思います。オリンパスの毛糸ですね。めちゃめちゃたくさんあります。こんなにたくさん。奥深いですね。レース糸のコーナーの隣にはタティングレースの道具もこんな風にたくさん置いてありました。タティングレースもいつか挑戦してみたいと思っています。キットもこんな感じで置いてありました。アクアリウムというシリーズとか、あとは野菜の収穫祭というキット、あとは完成品とか綿とかは奥の方に置いてありました。完成品もねすごいいいですよね。この亀と象みたいな編みぐるみが可愛かったです。こんなウェアがいつか編めるようになりたいものです。あとは気になっている方もたくさんいると思いますが、編み物道具もすごくたくさん置いてありました。こちらはクローバーさんの棚ですね。棒針とかあたりがこんな感じで置いてあります。あとはかぎ針もねこんな風にたくさんあります。ペンイーとか、あとはアミュレとかかな。玉付きの棒針もこんな感じで置いてあります。あとはこのように輪針とかもたくさん置いてありました。匠シリーズですね。すごい品揃えです。こちらはチューリップのコーナーです。キャリー C の輪針セットとかかぎ針のセットとか、あとは単品の輪針もたくさん置いてありました。あとはニーナ・スイベル・ニッティング・ニードルズという輪針だと思います。あとプリムさんの道具たちもこんな感じですごくたくさん展開されています。かぎ針とかね、あとヒヤヒヤさんの道具も置いてありました。あとは浜中さんの編み針もこんな風にたくさん揃ってます。かぎ針もありますし、棒針もたくさんあります。このようにステッチマーカーもこちらに
たくさん置いてありました。ゲージを測る道具ですかね。あとは戸締まりなんかもこんな風に揃ってます。プリムさんの輪針ケースも置いてありました。輪針単品で買う方には収納ケースも嬉しいですよね。ステッチマーカーもこんな風にたくさん置いてあります。可愛いですよね。ケース入りのものまでありました。編み物の書籍のコーナーもこんな感じでたくさん充実していました。ここからは毛糸以外のコーナーを紹介していきます。まずこちらが DMC さんの刺繍糸、めちゃくちゃたくさんあります。あとこちらが刺し子のコーナーですね。刺し子もすごく人気です。あとは手染め糸のこういった染料なんかも用意されてました。こちらは水引きのコーナーです。水引きもね、一回やってみたいんですけど、いつか手を出すと思います。この棚から可愛いですね。めちゃくちゃ種類があります。YouTube のコミュニティでコメントをいただいたので、推しのいコーナーも見てきました。湯沢屋さんでも大きなコーナーがありましたが、岡田屋さんでもしっかり推し活コーナーが展開されています。私は最近タイムレスのオタクになったので、推し縫い作りにも興味があります。縫いを作るための書籍なんかもこんな風にコーナーが設けられていて充実していました。簡単に縫いを作るための瞳のワッペンがこんな風に売られてまして、貼るだけで簡単にぬいぐるみが作れるようになってるみたいです。初心者にも優しい設計だなって思いました。こういう風に縫いの体もね、こうやって置いてあります。これに瞳のワッペンをペタッと貼って色とかをつけるんだと思います。その他にも縫いを多分運ぶ用のポーチとか、あとは椅子とかいろんなグッズが展開されています。縫いの服を作るための布もこんな風に種類がたくさん揃えられていて豊富なラインナップでした。縫いの服、既製品もこんな感じでたくさんありました。カゴいっぱいにね、こんな風に並べられてます。素材なんかもこんな感じでボアですかね。こちらはカラフルですね。あとは縫いの素もこんな感じでたくさん売られていました。他のフロアもざっと紹介します。7階に移動して、こちらはリボン、レース、化粧品、造形材料の売り場です。リボンの種類がめちゃくちゃたくさんありました。この棚だけじゃなくってもうほぼフロア全体がリボンって感じです。あとは最近人気のインド刺繍リボンのコーナーもこんな感じでたくさん置いてあります。キットなんかもね、結構販売されていましたよ。キットではなくてブレードで買いたい人にもこんな感じでたくさん種類が置いてありました。こちらもね、すごく可愛くて太さもいろんな種類があるんだなって思いました。フロアを移動しまして、8階は洋裁道具、ミシン、ボタンのコーナーです。ウェアをたくさん編む方はボタンにも結構こだわることが多いんじゃないかなと思ってチェックしてきました。私もちょっとかぎ針でウェアを作る勇気はないんですけど、棒針を始めるのでいつか完成させてボタンをつけたいです。かわいいボタンを。あとは編み付ける口金、こちらも8階にありました。8階の奥にはミシン売り場が広がっています。そしてファスナーテープの種類がこんなにたくさんありました。信じられないほど豊富です。8階には他にも紐やコード類もこんな風にいろんな色のものが充実しておりました。かわいいですね。ミシン糸の棚もこんな感じでびっしり並んでいます。色や種類が豊富で迷いそうです。9階はコットン生地、服地、裏地、真地の売り場です。9階はフロアのすべてが布に包まれています。おびただしい量の生地がありました。こちらがお客様用の生地カート。皆さん生地をこのカゴに入れてコロコロ転がして運んでいました。9階はね、布のエリアなのでレジ前にカット台がたくさん並んでいまして、店員さんが一生懸命生地をカットして販売していました。10階は衣装生地や特殊生地のフロアです。
こんな感じでちょっと変わった生地なんですかね、たくさん置いてありまして、こちらも9階に比べると人は少なかったですが充実したラインナップでした。こういった可愛いシフォン生地も置いていましたよ。あとは岡田屋のネオンキーホルダーも見かけました。はい、ということでお家に帰ってきました。岡田屋さんでね、なんと毛糸を買いませんでした。私は今日これね決めてたんですよ。今日リニューアルでめっちゃ高ぶった状態で毛糸を買い始めたら絶対に買いすぎるって分かってたので、前々から欲しかった道具類だけ買ってきました。ということで開けていきたいと思います。はい、まずこの大物ですね。じゃーん、玉巻き器です。早速開けてみましょうか。パカリコ、こんな感じです。こういう感じなのかな。ちょっと後で組み立てますけど、ブランケットをほどく予定があって、さすがにそれを手で糸巻きにするのは結構辛いなっていうことで、玉巻き器を、これからもブランケットね、今2個ほどく予定があって2つブランケットほどく予定があるから、玉巻き器前々から欲しかったし買っちゃっていいかなと思って買いました。玉巻き器は、正直ネットとかで買った方が安く買えるんじゃないかっていうことも思ったんですけど、やっぱり実店舗で運営してくれてるっていうことへの感謝、そしてこの時代にリニューアルオープンしてくれた感謝、そして新宿のあの便利な地でお店をやってくれていることへの感謝を込めて買っちゃいました。玉巻き器岡田屋さんで。続いてキャリーシーロングのババリとあとコードを買ってみました。これは私棒針まだやったことなくて初めてやるんですけど、ちょっと大物を作りたいっていう欲望が思いのほか私編み物に対して強いかもしれないって思って、かぎ針は小物は作りやすいと思うんですけど大物が結構大変だなって思ってたので、棒針の方がもしかしたら私の思考というか編み物思考に向いてるんじゃないかと思ったので棒針を始めたかったんですけど、どうしようかなって思ってたんですが、せっかくなんで買っちゃいました。ババリですね。キャリーシーロングじゃない方もあったんですけど、この9号で練習しようと思ってるのは靴下とかじゃないから長い方が編みやすいのではって思ったのでキャリーシーロングの方にしました。で、ババリのコードはコードにも長さがあるってことを失念しており、いろいろ長さあってどうしたもんかなって思ったんですが、編み物予備校さんっていう YouTuber さんがいらっしゃるんですけど、編み物予備校さんの YouTube で確か80センチのババリを使ってたような気がして、80センチあればいろいろ編めるかもしれんって勝手に思って、とりあえず80センチを買ってしまったっていう感じですね。編むのが楽しみです。はい、ということで岡田屋さんのリニューアルに行ってみました。多分これからしばらくは混雑するかなと思ったんですけれども、やっぱり5フロアあるので、5つのフロアがあるので、10階、9階、8階、7階、6階、5つフロアあるので、多少は人が分散するかなっていう印象でした。意外とゆっくり回れます。今日平日だったっていうのもあるかもしれないんですけど、なので、臆せず行ってもらいたいなって感じました。この動画がもしよかったら高評価、グッドボタンよろしくお願いします。来週は東京の毛糸屋さん1日で何店舗回れるっていう動画を上げようと思っていますので、よかったらそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは、内海あさでした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるのでぜひよろしくお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。